皆さんこんにちは。動画をご覧いただきありがとうございます。今日は日曜日なんですけれども、買い物に行きたいと思っています。それでですね、今日はカナダにある量り売りのお店バルクバーンに行こうと思います。でこのお店では毎週日曜日に自分の家にある容器を持ってそれでお買い物をすると 15% オフになるというサービスがあるらしいんですね。で前々からそれは知っていたんですけれども、ちょっとやり方がわからなくて躊躇していたんですよ。で今日はそれを初めてトライしたいんですけれども、行く前にちょっとウェブサイトを見て、どんな風なサービスなのか調べています。あとはこれを見る限りにはとても簡単そうで、持っていく容器も清潔で、あとは壊れていなければ大丈夫みたいで、あと袋なんかもやっぱり清潔なものを、あと再利用できるものを持ってきてくださいということですね。でウェブサイトに動画もあるのでこれもちょっと見てみましょう。まずは、持っていく容器を清潔にして、それを、お店の店員さんにお見せして重さを測ってもらうと、それで、商品を、持っていってこういう瓶とか、あとはですね袋に詰めて、で商品をまたレジに持って行って重さを測ってもらってお金を払って、はい、お買い物終了ということですね。はい、で私も早速家にある容器を集めてみました。こういうガラスの瓶のものとか、あとこんなプラスチックのものですね。これらが、清潔で、あとひびが入っていないなど、そういうことを確認してこれを持っていこうと思います。はい、あとは巾着袋も持っていきたいと思います。カナダのスーパーって果物類、例えばリンゴとかみかんとかって基本的に量り売りなんで、パンデミックの前はねよくこれを使っていたんですけれども、ずっと使用禁止だったんですね。だからまたこういう再利用できる袋を使えるのは嬉しいですね。はい、ではこれらの容器を持って、バルクバーンにお買い物に行きたいと思います。はい、では行ってきます。はい、バルクバーンに着きました。私のお家からは車でだいたい10分ぐらいのところにあります。それでは、これを持って初めてのサステイナブルサンデーズに行きたいと思います。こちらがお店の中ですね。いろんな商品が、ずらりと並んでいます。はい、無事にお買い物終了しました。これからお家に帰って商品の一つ一つをお見せしたいと思います。では買ってきたものをまずは袋から全部出したいと思います。でまずお店に着いてレジにいる店員さんにコンテイナーを全部お見せして重さを測ってもらいました。そうすると一つ一つのコンテイナーにこういうふうにそのコンテイナー自体の重さを書いてくださるんですね。これとかこんな風にですね。でこういう袋は重さってほとんどないのでこれらの重さは測りませんでした。で商品の重さを測ってもらうときに前もって測ってもらった容器の重さを、そこから引いてもらうということになります。では今度は買ってきた商品を一つ一つ、お見せしたいと思います。これはこういうナッツとかあとドライフルーツのミックスで小腹が空いた時にいいんですよね。仕事中とか食べるのに手も汚れないし。でこれが、190g で、4ドル10セント。日本円にすると、今日のレートなんですけれども、407円でした。はい、では次の商品です。これが、ブラックアイドピース、日本語にすると黒目豆というらしいんですけれども、こういう豆なんですね。こう可愛らしい豆で、私はこれで前納豆を作ってそれの動画も作ったことがあるんですけれども、こちらがですね 365g で、値段が
2ドル14セント。日本円にすると212円ぐらい。まあまあですね。はい、次の商品です。これが大豆。見せましょうか。中も。大豆ですね。これは私納豆を作るので、時々買うんですけれども、こちらが1キロ450グラムですね。で、値段が、3ドル84セントなので、日本円にして380円ぐらいですね。この重さで380円っていうのは安いのかなと思います。次の商品です。これが小豆。小豆なんですけれども、重さがですね、340グラム。それで値段が1ドル99セント。日本円にして197円です。はい。で、次が、これが全粒粉なんですが、1キロ450グラムで、値段がですね、7ドル32セント。日本円にすると726円なんですよ。すごく高いので、多分、あの、間違われた可能性があります。はい。で、レシートを見ると明らかに間違いですね。ここに Hard Whole Wheat Flour って書いてあるんですけれども、私が選んだのが普通の全粒粉で、この Hard Whole Wheat Flour っていうのは特別な製粉法のちょっとお高めの小麦粉なので、ちょっと間違われてしまったみたいですね。はい。で、次の商品が、オートミールですね。これはクイックタイプのもので、重さが505グラム。で、値段が1ドル89セント。187円でした。はい。で、次の商品が麦です。で、これはご飯を炊くときに一緒に混ぜて炊こうと思って買ってきました。で、Pearled Barley っていう商品を買ったんですけれども、これは確実に、レジで間違われました。で、レシートを見ると Hard Wheat Kernels って書いてあって、明らかに違う商品なんですね。で、重さがですね、こちらが680グラム。で、値段が3ドル88セント。日本円にすると385円ぐらいですね。だから、麦よりちょっと高いのかなとは思うんですけれども、でもすごく高く取られたっていう気はしないんですよ。それで全粒粉に関してはちょっと気になったので、後日お店にまた行ってちょっと見てみました。で、こちら Whole Wheat Bread Flour、 こちらが 100g28 セント。私はこちらを買ったんですけれども、どうもこちらの Hard Whole Wheat Bread Flour、こちらの単価でレジで計算されてしまったみたいです。こちらが 100g51 セントでした。で、そもそも全粒粉の値段ってどれぐらいなんだろうと思って、これはまた別のスーパーのウェブサイトなんですけれども、こちらで調べたら 100g26 セントということですね。で、こちらはもうちょっとお安めのブランドの全粒粉なんですが、こちらは 100g で16セント、かなり安いですね。なぜか量り売りっていうと安いっていうイメージがあったんですけれども、こうやって見てみると必ずそういうわけでもないのかなと思いました。はい、では今回の、バルクバンでのお買い物についての感想をちょっとまとめたいと思います。で、まずサステイナブルサンデーについてですが、本当にウェブサイトとか、あとそうですね、バルクバンのYouTube ビデオにもあったように、本当にお店に着くなり、この容器を全部店員さんの方にお見せすると、本当慣れていらっしゃって、重さを測ってくださって、で、私も特にそうですね、戸惑うこととか、あと、面倒だなと思うこともなくて、本当に快適にお買い物ができたので、とてもいい経験だったと思います。
ちなみに私が行った時には他に10人ぐらいお客さんがいらっしゃったんですけれども、容器を持ってきてらっしゃる方は誰もいなかったですね。だからもしかしたら皆さんご存知ないのか、それともそうですね、知っていてもやっぱりシステムがわからなくて、私みたいにちょっと躊躇していらっしゃるのかなと思いました。もっと多くの方がこのサービスを利用するといいのかなとも思います。あとやっぱり一番いいのがゴミが出ないということですね。で、今回私は7点の商品を買ったので、少なくとも、ビニール袋7つ家に持ち帰ることになったわけですけれども、それらのゴミが全然出なかったっていうのが一番いいですね。その上にですね、15% の割引を、いただけるっていうのが本当に魅力的だなと思いました。ちなみに今回のお買い物で私は3ドル77セントの値引きをしていただきました。日本円にするとだいたい370円ぐらいかなと思います。なのでまた日曜日にはこうやって空の容器を持ってサステイナブルサンデーのサービスをぜひ利用したいと思います。で、続いてバルクバーン、全体的な感想としては、そうですね、お店の中も綺麗だし、普通のお店にはないような商品もあるし、あと今回は買わなかったんですけれども、そうですね、お菓子、例えばキャンディーとかチョコレートとか、もう種類がすごくあって、買い物していてとっても楽しいんですよ。もう見てるだけで楽しいっていう感じで、カナダ在住の方はもしかしたらバルクバン行ったことあるかもしれないんですけれども、もしカナダに旅行などで来られる方は一度行ってみるとすごくいい経験になると思います。あとはそうですね、このお店は量り売りのお店なんですけれども、その割には店内の中に量りってあんまり置いてないんですね。で、いくつかはあるんですけれども、ちょっと手の届きにくいところにあったりして、で、買ってる時に、どれぐらいの重さでどれぐらいの値段になるのかっていうのがあまり分からずに買っていて、でレジに持って行って、思ったよりなんかたくさん買っちゃったなとか、思ったより高いなっていうことがあるので、もうちょっと量りをたくさん置いてくださると、私は助かるかなと思いました。で、もう一つは、そうですね、やっぱりレジでコードの間違いがある可能性ってあるなと思いました。で、カナダのスーパーって結構こういう量り売りのセクションってあるんですね。で、その場合、小さな、なんていうのかな、タグとペンが置いてあって、袋に入れるときにペンでコードをかけるようになってるんですけれども、このバルクバーンの私の行った視点に関して言えば、そういうものが置いてないので、店員さんがレジでコードをいちいち表みたいのを見て調べていらっしゃるんですね。で、見てて、なんか大変そうだなと毎回思っていたんですけれども、でも店内には何百種類っていう商品もあるし、あと例えばこういうものとか似てる商品ってたくさんあると思うんですね。なのでもし次回行く時にはなんか私もペンを持って行ってこの辺にちょっとコードを書いておくといいのかなと思います。で、日本でも今は量り売りのお店ってあると思うんですけれども、皆さんのお住まいの国ではどうでしょうね。量り売りのお店ありますか？もしあるとしたら、皆さんは利用されてますか？あとこんな風に自分の容器を持っていくっていうサービスもあるでしょうかね。いろいろ教えていただけると、楽しいかなと思います。最後までご視聴いただきどうもありがとうございました。今回の動画楽しんでいただけましたでしょうか？量り売りのお店でお買い物をする際のコツなどもご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると助かります。またチャンネル登録もしていただけると大変励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。